テテやシュガをはじめとして映画好きなメンバーが多い BTS。彼らが好きな作品の中には楽曲や MV の世界観に影響を与えるほど彼らの創作活動と深い関わりがあります。メンバーそれぞれどんな映画を好むのか気になりますよね。今回はメンバーごとのおすすめ映画を詳しくご紹介していきます。映画鑑賞の際の参考にしてみてください。BTS の好きな映画はメンバーごとに紹介。ファッションや好みの音楽などメンバーそれぞれに好みや個性がバラバラなのも BTS の魅力ですが、映画の好みはどうなのでしょうか。早速メンバーそれぞれのおすすめ映画を見ていきましょう。ジン、俳優志望で大学の演劇映画学科に通っていたジンのおすすめはどんな作品でしょうか。もののけ姫。まず一つ目はもののけ姫。言わずと知れたスタジオジブリの名作です。日本の映画をおすすめしてくれるなんて嬉しいですね。良い作品というのは国籍に関係なく誰の胸にも響くものなのかもしれません。また同じジブリ作品である魔女の宅急便のポストカードを所持していたらしいという情報もありますので、もののけ姫だけでなく他のジブリ作品も見てくれているのでしょうか。マトリックス。続いてマトリックス。キアヌ・リーブス主演の SF 映画を代表する名作です。革新的な映像世界や SF の設定などゲーム好きな人らしいチョイスだと言えますね。過去の配信であの名場面を再現していたりと、本人にとってかなり思い入れのある作品なのかもしれません。プリティ・ウーマン。3作目はリチャード・ギアとジュリア・ロバーツの共演で1990年に公開されたプリティ・ウーマン。アニメやアクションものを好む傾向にあるジンがこのキュートな作品をチョイスするなんて少し意外な気もしますが、とても夢のあるシンデレラストーリーで男性からも高い評価を得る不朽の名作なだけにジンの心をつかむのも納得です。デビュー初期の頃に好きな映画として紹介していたようです。今よりもクールな世界観で活動していたデビュー当時、プライベートではこんなキュートな映画を見ていたのかもしれないと想像すると胸がキュンとします。イップマン。ブルース・リーの師匠の半生を描いた伝記映画イップマンもジンのおすすめとして挙げられています。アクション好きなジンらしいチョイスです。シリーズ化され8作ほど公開されているようですが、ジンは全て見たのでしょうか。それも気になるところですね。その他ジンがおすすめしたとされている作品はこちらです。ベイマックス、千と千尋の神隠し、ハリーポッター、シュガ。続いてシュガのおすすめ映画を見ていきましょう。普段クールなファッションや音楽を好むシュガはどんな映画を見るのでしょうか。インセプション。まずおすすめとして挙げるのはインセプション。クリストファー・ノーラン監督、レオナルド・ディカプリオ主演の SF アクションです。斬新かつスタイリッシュな映像と難解なストーリーが持ち味の大人のためのアクション映画。シュガのイメージにぴったりのハイセンスなチョイスですね。またこの作品、実は BTS の世界とも大きく関わりのある映画としてもアーミーの間でたびたび話題に上がっています。BTS と関係ありそうな映画、インセプション。公式サイアップの際、歌謡年歌プロローグから消えた幻のエンディングは、インセプションの劇中歌、目覚めの音楽でした。この曲が ED で流れるということは、その前は夢だったということ。夢の中では、回り続けるコマがビルボードにも。歌謡年歌のプロローグに要素が散りばめられていたり、フェイクラブの MV にインセプションのような演出が出てきたりしているようです。歌謡年歌をステージ、プロローグの幻のエンディングでは、インセプションの夢見共有から目覚めの曲を使っていたんだけど、インセプションでの夢見が終わるシーンがフェイクラブや今回のシーンに似ているのよ。また、
最近では、企業のテーマソングを、プロットシュガー・オブ・ BTS 名義でアレンジしたものの、プロモーション映像が、インセプションの世界観を彷彿とさせると話題に。シュガをはじめ、BTS の創作活動に大きく影響を与えたと言っても過言ではないこの作品は BTS を語る上で欠かせないものであることは間違いないでしょう。スカーフェイス。続いてはスカーフェイス。1984年公開、ギャング映画の金字塔として支持され続ける名作です。アルパチーノが演じる主人公トニー・モンタナはシュガがアガスト D 名義で発表した曲トニー・モンタナのモチーフになったことでも知られています。また、スカーフェイスは英語で傷のある顔という意味があります。アガスト D の顔に傷があるのも、もしかしたらこの作品と何らかの関係があるのかもしれませんね。その他にシュガがおすすめしたとされている映画はこちらです。デタッチメント、優しい無関心、マネーショート、華麗なる大逆転、J-HOPE。続いて、ダンスリーダー J-HOPE のおすすめ映画をご紹介します。インサイドヘッド。まずは、ピクサーが2015年に公開したアニメ、インサイドヘッド。ある女の子の頭の中にある感情たちが大冒険を繰り広げる物語。笑いあり涙ありで、大人から子供まで楽しめる傑作です。親子で鑑賞するのもおすすめの映画です。こちらは、とある雑誌で好きな映画として挙げていました。みんなの希望でありビタミンであろうとする、温かい性格の彼らしいチョイスですね。悲しみや怒りも含め、すべての感情が人間にとっていかに大切なものであるかを教えてくれる今作を見れば、J-HOPE の人となりを少しは知ることができるかもしれません。サウスポー。続いては、ボクシング世界チャンピオンの再起を描いた感動作、サウスポー。こちらも雑誌のインタビューで名前を挙げていました。主人公の名前にホープが入っているのも、なんだか運命的なものを感じます。怒りをエネルギーに戦ってきたものの、挫折を機に自分と向き合う主人公に自分を重ねる人も多いかもしれません。これを見れば、J-HOPE がいつも笑顔でいられる秘訣もわかるかもしれませんね。ここまでのおすすめを見るに、J-HOPE は感情を軸にした物語を好む傾向にあるような気がします。アリー、スター誕生。3つ目は、レディー・ガガ主演で話題となったアリー、スター誕生。同じアーティストとして苦労も経験してきた彼だからこそ胸に響くものがあるのかもしれません。また音楽の映画らしくこの映画の OST も好きだと話していたようです。この映画の主人公に自分自身を重ねながら見ていたかもしれませんね。その他おすすめしたと言われている映画はこちらです。ボディーガード、If Only、タイタニック、ブラザーフット、痛み、タイム、RM。続いてはリーダーの RM。知的な彼は一体どんな映画を好むのでしょうか。レオン。まずは殺し屋レオンと少女マチルダの交流を描いた名作レオン。こちらは以前雑誌のインタビューで好きな映画として紹介していたようです。ストーリーが秀逸なのはもちろんのこと、登場人物のファッションも高く評価されている作品らしく、過去にはレオンのようなファッションを身にまとう RM の姿も、やはり作品に影響を受けたファッションなのでしょうか。丸いサングラスがよく似合っていますね。美術鑑賞が趣味の RM だけあって、劇中のファッションにも注目し、日常に取り入れるスタイルは、なんとも彼らしいと言えます。エターナルサンシャイン。続いては、エターナルサンシャイン。ミシェル・ゴンドリー監督によるラブストーリーです。こちらも、過去のインタビューでおすすめとして挙げていたのだとか。恋人の記憶を消す手術を受けようとする主人公の深層意識がそれに抗うというファンタジーな要素がとてもユニークですね。8マイル。3つ目にご紹介するのは8マイル。
エミネムが本業と同じくラッパーの役で主演し、社会現象を巻き起こした傑作です。エミネムの反自伝的な物語として知られるこの作品、ヒップホップが好きな人なら一度は見たことがあるのではないでしょうか。これをおすすめした RM はもちろんのこと、もしかしたら他のメンバーもみんな見たことがあるかもしれませんね。RM は以前バラエティ番組の中で8マイルの主題歌を披露したこともあります。エミネムと同じラッパーとしてはまさに教科書のような作品なのかもしれません。その他 RM がおすすめとして紹介していたとされている作品はこちらです。ダークナイト、海よりもまだ深く、リトルフォレスト、春夏秋冬、アデル、ブルーは熱い色、春夏秋冬そして春、ジミン。5人目はジミン。妖艶な歌とダンスで多くの人を魅了する彼のおすすめ映画はどんなものがあるでしょうか。君に読む物語。まずご紹介するのは君に読む物語。全米でロングヒットを記録した珠玉のラブストーリーです。以前アーミーへのおすすめ映画として紹介し、自身も何度も見たというほどお気に入りの映画なんだとか。可憐なイメージのあるジミンにぴったりのチョイスですね。ただ君だけ。続いてご紹介するのは、ただ君だけ。孤独な男性と目の不自由な女性の純愛を描いたラブストーリーとなります。こちらは2014年にフェスタの履歴書でおすすめとして挙げていたそうです。2014年でのフェスタプロフィールで、ジミンさんが人生最高の映画はという欄に、ただ君だけと書いていて、6年後の2020年に、その映画が日本でリメイクされ、君の瞳が問いかけているの主題歌を BTS が担当。なんてことだ。この作品は2020年に君の瞳が問いかけているというタイトルで日本でリメイクされました。そしてその主題歌を担当したのは BTS。Your Eyes Tell という日本語曲を提供していましたね。2014年にジミンがおすすめとして挙げていた作品のリメイクに携わることになるとは、どこか運命的なものを感じます。その他、ジミンがおすすめしているとされる映画はこちらです。Before Sunrise 恋人までの距離、餓死者たち、タチャ、イカサマシ、20歳、テテ、6人目はテテ。自身も役者としてドラマに出演した経験のある彼のおすすめ、気になりますよね。アバウトタイム、愛惜しい時間について。まずご紹介するのはアバウトタイム、愛おしい時間についてです。タイムトラベルを繰り返す男性のロマンティックなラブストーリーです。以前に配信で好きな映画として名前を挙げていました。そしてこの作品はテテがソロ曲ウィンター・ベアを制作した際、この映画にインスピレーションを受けたと言及し話題になりました。ウィンター・ベアは映画アバウトタイムのプロポーズシーンからインスパイア。テテは好きな女優も主演のレイチェル・マック・アダムス。大好きな映画なんだろうな。ジミンちゃんの好きな映画もレイチェルの君に読む物語だったな。一緒に見たのかな。この号泣恋愛もの。こんな素敵な曲をテテから引き出したプロポーズのシーン、一体どんなシーンなのか気になりますね。映画を見てから曲を聴くと、また新しい発見があるかもしれません。ブルーに生まれついて。続いてご紹介するのは、チェット・ベイカーの伝記映画、ブルーに生まれついて。ジャズトランペット奏者でボーカリストでもあった死の半生を描いています。普段からジャズを好むテテらしいチョイスですね。2017年のフェスタ履歴書で自分を表す映画として紹介していました。チェット・ベイカーの生き様とアーティストとしての自分自身にどこか共感する部分があるのかもしれませんね。7番5の奇跡。3つ目は7番5の奇跡。韓国で大ヒットした感動のドラマです。テヒョンさんが以前
人生最高の映画として紹介して、即人さんと一緒に見て号泣したと言われてる7番号の奇跡見たんですけど、もうありえないぐらい泣いてしまった。目の前にティッシュの山が。これ即人さんどれぐらい泣いたんだろう。私は鼻水が止まらない。じんと見に行き、たくさん泣いたというエピソードを語っていたようです。あらすじを見るだけでも、じんわりと涙腺を刺激されるこの作品、実際に見た人のほとんどが、テテのように泣いたみたいですね。その他、テテがおすすめしたとされる映画はこちらです。あの頃、君を追いかけた。海の上のピアニスト。Perfume、ある人殺しの物語。ズートピア。Before Sunrise、恋人までの距離。20歳。If Only。風。シングストリート。ララランド。ミッドナイト・イン・パリ。君の名前で僕を呼んで。ジョングク。最後はジョングク。黄金マンネのジョングクがおすすめする映画は、どんなものがあるでしょうか。ともえ。チング。最初にご紹介するのは、韓国で大ヒットした名作、ともえ。チング。2017年のヘスタ履歴書で、自分を表す映画として名前を挙げていました。グクがナムさんにおすすめして、自分を表す映画に挙げてた、ともえ。チング見た。プサンの幼馴染4人の熱い熱い男の友情の話。10代でデビューして普通の学校生活は過ごせなかっただろう。僕がこの映画を選んでる時点でちょっと泣けた。映画後半は涙止まらん。号泣。マイ・ウェイを歌うシーンにグッときた。チョングクの生まれ故郷プサンに住む青年たちが主役の青春映画。ソウルでアイドルとして忙しい日々を送る彼が故郷の景色と男たちの友情を見て一体どんなことを感じたのでしょうか。自分を表す映画として紹介しているので、これを見ればチョングクの気持ちに一歩近づけるかもしれませんね。アイアンマン。続いてご紹介するのはヒーロー映画の傑作アイアンマン。アーミーへのおすすめとして挙げていたんだそうです。なんとなくチョングクのイメージにぴったりの映画ですね。過去にはアイアンマンの靴下やスマホケースなどを愛用していたほどのアイアンマンオタクなジョングク。アイアンマンになりきるジョングクもとても可愛らしいですね。秒速 5cm。3つ目は日本のアニメーション映画の名作秒速 5cm。以前に雑誌のインタビューで好きな映画として紹介していました。アイアンマンとは打って変わって、こちらは全編切なく優しい空気の流れるラブストーリーです。新海誠監督作品といえば、背景や雨粒などの描写がとても美しく緻密なのも人気の一つ。絵の得意なジョングクは、そういうところにも注目して見ていたかもしれませんね。その他、チョングクがおすすめしていたとされる映画はこちらです。あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。レック。千と千尋の神隠し。時をかける少女。君の名は。僕は明日、昨日の君とデートする。ファイヤーブラスト。恋に落ちた消防士。声の形。メンバー同士好きな作品が被っているものも。BTS はメンバー同士で仲がいいのに加え、長年、宿舎で共同生活をしていたことから、好きな映画が被っていることが多々あります。メンバー同士でおすすめし合ったり、時には一緒に鑑賞することもあるようです。ここでは、その中からいくつか具体的に紹介していきたいと思います。アベンジャーズ。まずご紹介するのは、ヒーロー映画アベンジャーズ。アメコミのヒーローたちが一堂に会して活躍するアメコミファンにとって夢のような作品です。メンバーたちで映画を鑑賞したという情報もあります。ナムもジンもホビもユンギもアベンジャーズ見てるから見てきました。泣いた。よくアイドル界のアベンジャーズと称されることがある彼らがアベンジャーズを見に行っているというのが
なんとも運命的で微笑ましいですね。狼子供の雨と雪。続いては、日本のアニメーション映画、狼子供の雨と雪。こちらは、テテが他のメンバーにおすすめしていた映画だそうです。ジンもおすすめとして挙げているそうなので、もしかしたらテテに勧められてみたのかもしれませんね。その他、メンバー同士、共通して好きだと言われている映画はこちらです。インセプション、千と千尋の神隠し、7番号の奇跡、エターナルサンシャイン、アバウトタイム、愛おしい時間について、レオン、20歳、ララランド、イフオンリー、ただ君だけ、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、世界一嫌いなあなたに、まとめ。今回はメンバーそれぞれのおすすめ映画をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。メンバーそれぞれ好みに違いがあったり、かと思えば意外と多くの作品の好みが被っていたりと、様々な発見がありましたね。これを機に推しのおすすめ映画を一つずつ見ていくのもいいかもしれませんね。